今月20日に開幕する全日本フィギュア。今年はオリンピックのプレシーズン。男女ともに日本一の称号をかけた激しい戦いが予想される。激戦必至のスペシャルな全日本をなんとこの人が取材。オリンピック2大会連続のメダル獲得、そして全日本を6度制覇した宇野昌磨さん。現役を引退したばかりの誰よりも全日本を知るレジェンド。全日本が一番緊張しますね。オリンピックよりもやっぱり一番緊張した試合だったので。そんな宇野さんが昨シーズンまで共に戦っていたあのスケーターを直撃。世界王者がつなぐ新時代への言葉とは。競技から離れられて半年っていうところなんですけど、普段いかが過ごしてますか？本当にゆっくり過ごさせてもらってますし、やっぱり現役の時と比べると追われて何かに追われる生活というよりも本当にゆっくりのびのびとした生活っていうのがすごく大きく変わったかなって思うところですね。宇野さんが訪れたのは中京大学。初めての取材、前振りお願いします。皆さんこんにちは、宇野昌磨です。全日本フィギュアに向けてこちらのリンクで練習している選手の取材にやってきました。どんな話が聞けるんでしょうか。早速行ってみたいと思います。宇野さん、様になってますよ。今回レジェンドが取材する選手は久しぶりだっけ。久しぶりです。そう、完全に久しぶりじゃないですか。去年の全日本選手権2位、鍵山優真。全日本優勝経験を持つ父正和コーチのもと5歳でスケートを始めた優真。当時16歳、父譲りの才能が開花する。4回転トーループ、ダブルトーループ、高さがありましたね。当時ジュニアながら初めて全日本の表彰台に上った。抜群の安定感を誇る4回転ジャンプ。持ち前の表現力は海を越え、初の世界選手権で銀メダルと輝きを放つ。そして4年に一度の夢舞台オリンピック。当時スケート界で2人しか達成していない300点を超える会心の演技で日本勢トップの銀メダルを獲得。実績十分、新たな時代を託されるスケーターなんです。宇野さんが取材に訪れた日、鍵山選手はある悩みを抱えていました。この間のフィンランドの大会が僕はあまり良くなかったので、気持ちの立て直し方だったりとか、宇野さんも一時期なかなか結果が出ない時もあったと思うんです。そういう時に何を考えて練習してたのかとか、そういうところは聞いてみたいです。この取材の直前、鍵山選手は国際大会で珍しくミスを連発。今の鍵山選手を宇野さんはどう見ているのでしょうか。結構彼今連戦が続いているので疲れも溜まっていると思うんですけど、焦らずにジャンプばっかりをひたすら飛んで練習するっていうよりも、本当にちゃんと体を休めつつ自分のジャンプを修正していってるっていう印象。世界の舞台でも共に戦った2人。過去の全日本では4度同じ表彰台に上りました。常にトップ争いをしてきたライバル関係。宇野さんは鍵山選手の凄さをこう話します。ジュニア時代からジュニアとは思えないスケーティングのスキルの高さ、そして表現力、シニアに上がって初めから結果をもう世界選手権2位とか取ってた
っていう、やっぱ理由としてはもうジャンプだけではないところだったところかなと思って、シニアに入ってすぐでもシニアの選手に引けを取らない表現力っていうことがあって、今ではもうシニアトップの表現力、そしてジャンプ力を兼ね備えているので、一番期待できる選手なんじゃないかなと思います。そしてこの後宇野さんがリンクイン。新旧エースのここでしか見られない超貴重映像も。たくましくなった高橋大輔、強くなってトップに立ちました。物語はここから始まる。出し切りました宇野昌磨。全日本フィギュア20日金曜から3夜連続中継。鍵山選手の練習が終わり、宇野さんがリンクへ。久しぶりに同じリンクで滑り、自然と笑みがこぼれます。大変だよね、ここから NHK 杯やってフィンランドやって、ファイナル行って全日本、今週中国やって次ファイナル。大丈夫、疲れてない？大丈夫です。豪華すぎる共演にこんな無茶なお願いをしてみました。ちょっとイメージカットかっこいいの、イメージカットしたいなと。何ができるかな。2人で一緒に滑るかっこいい映像を頼んでみると、でも僕ができること少ないからな、なんかイナバウアーぐらいしかできないからな。なんかイーグルとイナバウアーでクロスするだけど、イーグルですか？僕クリムキじゃなくていいんですか？イーグル全然いい。こっちでこうバッククロスから入ってこうやってこうカーブする。多分カメラがそんなに広くないから、もうこっちの縦長の。2人が意見を出し合い、自然と熱が入ります。例えばこっちのイーグルでこうやって入って、僕がイナバウアーはこうやって入って、なんかこううまいことこうなるみたいな、なんか正面で。意見が固まったようです。鍵山選手はイナバウアー、宇野さんはクリムキンイーグル。果たしてどんな映像になるのか。あ、やばい。1回目タイミングが合わず再び挑戦。するとテイク2で事件が。宇野さんがカメラに突っ込みそうになるハプニング。曲がれてない。曲がれない。これなかなか逆にレア映像ですね。3回目のトライ、今度はうまくいったようですが、一つあれいいですか？もう一回もっとギリギリ攻めていい？宇野さん泣きの1回。2人で完成させた映像がこちら。これぞ夢の共演。新旧エースによる夢のコラボレーションが実現。こだわった2人は。うわめっちゃいい。いやどこまでどこまで。いや素敵です。ありがとうございます。お映って2人も満足。ありがとうございました。右打ちめっちゃついてる。転んだのがバレてた。お願いします。この後新旧エースの対談。氷の後はまさかの炎。ここでしか聞けない本音トークとは。全日本フィギュア20日金曜から3夜連続中継。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。これ緊張しますね。フィギュアスケート新旧エース対談。そこは伝説を作った男と新時代を託された男だけの空間。まずは去年の全日本をちょっと振り返ってもらって、はい、どんな大会だったかなっていうのをお聞きしたくて。はい、なんか僕が今まで経験した全日本の中で一番なんていうんですか、こう熱かったというか、みんながすごくいい演技をした、割と
いわゆる神大会だったのかなっていうふうに思います。去年の全日本男子フリー、高く突き上げた両手を拳に握り替えました。エンターテイナーからまさにアーティストへ、確かな才能を今形に佐藤俊、等身大ビルいいガッツポーズが出た三浦佳生、過去の自分を超えた。ハイレベルな演技の応酬、まさに史上最高の戦いだった。今年の全日本は実際みんな全力を各々尽くすっていうことにはなるんですけど、はい、どんな大会を自分が今思い描いていますか？みんなそれぞれ自分のできることの 100% を、出してくると思うので、やっぱり、去年みたいなやっぱりすごい試合になるんだろうなっていうふうには思ってます。次なる話題はおよそ1年後に迫ったオリンピック。メダリスト2人しかいない空間でどんな話をするのか。オリンピックで優真くんがどこを目指して、はい、まず日本でオリンピックに出るっていうことが本当にとても大変なことだっていうのはすごく皆さんに分かってほしいんですけどどんなところを目指していきますか？そうですね、もちろん結果としては優勝を目指したいですけれども、内容としては、今自分が持てる限りの技術を全て出していい演技がしたいです。4回転は今もルッツも練習してたりもするので、そういう新しい技とかにも挑戦しながら、なんかその上でこう自分が満足できるような演技がしたいです。今世界には、イリア・マリニンっていう、僕の感想ですけど、想像できないジャンプ力を持ってる選手がいますけど、レジェンドが想像を絶するアメリカのイリア・マリニン。人類で彼だけが飛ぶことができる4回転アクセルを含む全ての4回転ジャンプを飛び、昨シーズンの世界選手権で優勝した異次元のスケーターだ。マリニン君については優真君はどんな存在ですか？無敵のような人には思いますけど、でもやっぱり彼も彼なりにいろいろ苦労とかしてきて、多分今の、技術だったりとか、そういう凄さっていうのがあると思うので、去年はもう本当にほとんどの試合で300点以上出すような、もう本当に毎試合自己ベスト出してるような感じだったので、本当にやっぱ勝てるのかなっていう思いもあったんですけど、まだその正解の道っていうのは僕自身わからない状態ではあるんですけど、でも自分ができるこう技術をどんどん高めていけば、いずれ追いつくのではないかなっていうふうには思ってます。4A の話があるんですけど、先に僕の感想を言っとくと、優真君に別に 4A はなくても全然戦えるっていうのを普通に思った上で、優真君にとって、4A っていうのはいずれその挑戦したいものなのか。僕自身は 4A よりもまだ他にやることがたくさんあるので、まだ挑戦はしないですけれども、どっちかというと 4A よりも5回転の方が興味はあるし、なんかワクワクします。進化を続けるフィギュア界の未来の話が聞けたところで、お待ちかねの食事タイム。実は一緒にご飯を食べるのは初めてという2人。いただきます。いただきます。めっちゃお腹空きました。美味しい。いただきます。どうですか、お味は？美味しい。めっ美味しい。ちゃ柔らかいです。全然脂身を確かに感じなくてもすごく柔らかくて美味しい。ここで
鍵山が抱えていた悩みを宇野に打ち明ける。この間のフィンランドで結構崩れちゃって、でなんか練習も結構割といい関係積んできて、なのになんか本番では良くなくてっていう状況があったので、何を信じて試合に臨んでるのかなっていうのが気になります。試合での集中力絶対僕よりも高いと思ってて、やっぱり試合でのあれだけ完璧な演技をシニア上がってから何度もしてるし、僕はシニア上がってから1回もノーミスしたことないんだよ、フリー1回も。本番力とかもう集中力って絶対優馬くんのがあると思うから、年齢とともになんかすごく落ち込んだりしなくなったりはするんだけど、優馬くん自身そんなになんか焦ったりしてるようには見えないから、全然僕からアドバイスすることではないんだけど、でも本当に失敗っていうのをあんまりなんかマイナスなことに捉えずに、僕はやるようになってすごく気が楽になったかなとは思うし、アスリートは結構かっこいいことこうならなきゃいけないって思われがちだけど、もしなんか気持ち的に切羽詰まったりとか、何を信じたらいいんだろうってなったら、別に逃げてもいいってことを、それよりみんな多分怪我なく長く続けてくれることを願ってると思う。ありがとうございます。嬉しいです頑張れます。全日本フィギュア20日金曜から3夜連続